僕らの世代大好きですよね。喫茶店のこってりナポリタン。お店で食べるナポリタン美味しいんだけど、家で作るとちょっと違うなって思われてる方はこれやってください。ほらもうべっとりしてるでしょ。これがナポリタンのうまさですよね。うまいよ。懐かしさもありながらしっかりと美味しい、本当にね昔の喫茶店の味。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルはですね、喫茶店のこってりナポリタン。世代によって想像つく方と想像つかない方がいらっしゃると思いますね。今もまだいろんなところに残ってますけど減りましたよね。喫茶店でナポリタン出すところが。ナポリタンやっぱりね僕らの世代大好きですよね。今日はこれを僕の普段やってる作り方で作ってみたいと思います。まず材料ですね。今日は野菜がピーマン、玉ねぎ、ベーコン使います。塊ですね今日は。でなかったら薄切りのパックされてるやつでも大丈夫です。それから、パスタは今日スパゲッティ 1.9 ミリちょっと太めのパスタですね。それからニンニク、お塩と白ワイン、オリーブオイルでケチャップで基本的には作るのがナポリタンだと思うんですけど、ケチャップに中濃ソース、砂糖、バターを混ぜたものを最後混ぜ合わせます。ここがポイントになりますね。もう一つポイントがあって、ナポリタンのパスタは柔らかくていいんですよ。柔らかい方が実際美味しい。なのでちょっと柔らかめ、噛んだ時にアルデンテではなく普通の茹で時間よりも1分多いぐらい、芯を完全に取り除いちゃうぐらいの茹で時間で煮ていくのもポイントですね。まずオリーブオイルで塩少々入れて、はい、沸騰したらパスタ入れます。はい、入りました。でこれで13分ですね今日のパスタは。そしたらこの間に材料をカットしていきます。まず玉ねぎ、繊維に沿ってでピーマン、ヘタを落として、ちょっと形きれいに出た方がちょっと美味しそうに見えたりするんですよピーマンって。だから切れる包丁であれば種中くり抜いて、種出したらここで薄く輪切りに。でベーコン、厚さ5ミリぐらい、ちょっと棒状ですね。短めの棒状って感じですかね。で最後にニンニクをみじん切りすると。で置いといて、ちょっと先に合わせちゃおうかな。まずケチャップ、中濃ソース、お砂糖を一回ここで混ぜて、でバター入れといて後で火にかけます。はい、この状態ですね。いやーそれにしても寒いですね。寒いからね、猫が実家で飼ってる猫が一緒に寝てたんですね。ここで寝てくれる一匹の目の猫はここでね腕枕しないと寝ない猫だったわけですよ。超可愛いじゃないですか。あったかいし、しかもよくね気が利く子でいろんなところで寝るんですよ。今日は姉のところ、今日は今晩は俺のところで、ある時は母のところみたいな。一人で寝ることは絶対ないんですけど、気使ってるんです多分ね。あんなに気の利く猫はもう人間でも会ったことないですね。火止めたら茹で汁は使わないのでそのまま流してこの状態で置いておきます。この状態でしばらく置いておきます。で続いて先ほど混ぜたケチャップですね。これがバターを含ませて一体感を持たせておきたいのでこれを火にかけます。ちょっとボコボコするぐらいかな。ではいったら OK ですね。でこれは止めておきます。この人もこちら。そしたら最後の仕上げですね。フライパンにオリーブオイルでまずベーコンです。よいしょ。でナポリタンの味のポイントは、ベーコンでもソーセージでもできるんですけど、ちょっとやっぱりいぶしてある香りとお肉の脂をケチャップのベースにその香りを移してあげることが結構大事ですね。だから少しベーコンここで炒めて油出してあげる。ベーコンの香りがしてきたらここでまずニンニクで玉ねぎ入れます。玉ねぎに油が回り始めたらピーマン入れます。あともう一つポイントがあるとすれば野菜に火を入れすぎないことですね。でここでベースの塩します。で胡椒
ここで一度白ワインで水分を含ませ、これで一気に野菜に火入ります。でここにまずパスタ入れると同時にバターで、パスタに一回バターの香りつけます。で溶けたバターでパスタにツヤが出てきます。バターが溶けきったら先ほど火にかけたケチャップを流し込みます。最後混ぜまくる。OK ですね。美味しそう。ほらもうべっとりしてるでしょ。これがナポリタンのうまさですよね。ナポリタン嫌いな人っているんですかね。いなそう、いないんじゃないですかね。いないですかね。聞いたことないですね。でも絶対いますよ。じゃあ最後粉チーズですね。はい、完成です。じゃあ高いうちにね、ナポリタンいただきますよ。いただきます。うまい。こんぐらいしっかり味してる方が美味しいと思うな。ちょっとタバスコかけよう。ナポリタンにタバスコかけるって誰が考えたんですかね。割とすごくないですか。うまいよ。辛みと酸味が入ってきて、いや最高です。ちょっとお店で食べるナポリタン美味しいんだけど、家で作るとちょっと違うなって思われてる方はこれやってください。お店の味です。本当にね、昔の喫茶店の味、懐かしさもありながらしっかりと美味しいナポリタンですね。なんかちょっとね、お休みの日のブランチとかそういうタイミングでぜひ作ってみてください。本当に美味しいです。ごちそうさまでした。